どうもこんにちは、シンクラ工房です。今回はガンダムキャリバーン作っていきます。こちらのキットは白が主体なので、今回はパール塗装していこうかなと思っています。でね、前回コマ撮り動画の方上げたので、復習も兼ねて一度コマ撮り動画の方ご覧ください。コマ撮り組み立て動画はいかがだったでしょうか。こちらがすぐみ完成品のガンダムキャリバーンになります。やはりね、白が主体なので墨入れも何もないと味気ない感じがしちゃいますね。それではこれから塗装をしてかっこよくしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。塗装に入る前にパーテーションラインやゲート跡をヤスリで処理していきます。削りすぎると部品の形が変わってしまうので注意しながらゆっくり削っていきます。今回は100均で買ったスティックヤスリ1000番程度のものを使用して行っています。やはりね、こういう段差ちょっとでも残すと塗装した際に目立ってしまうので、できる限りしっかり処理していきたいと思います。こんな感じで真ん中にあった線が消えてすっきりしました。このような線をね見つけたら全部削ってしまいます。次にこちらインモールド加工されているパーツ、今回はこのアンテナですね、シャープ化していきたいと思います。すでにクリアパーツの方のアンテナはシャープ化したんですけど、やはりやるかやらないかで全然かっこよさ違いますよね。はい、それではこちらもやっていきたいと思います。でこちらランナーから切り離す際になんかちょっと柔らかいな違和感を感じたんですけど、よくよくランナー見てみたら ABS って書いてあるんですね。こちらこのまま塗装してしまうと割れる恐れがある恐ろしい部品になっています。皆様も塗装する際は注意してください。でこんな感じでゲートを処理したらアンテナのシャープ化やっていきます。もうね、僕はねいきなりバツッと切っちゃったんですけど、本来だったらもうちょっと残した状態で切ってヤスリで仕上げていった方がいいかなと思います。やっぱね、一気に切っちゃうとそれだけ失敗するリスク上がってくるので注意しましょう。それともう一点、この部品にはさらに注意点があって、このレインボーのフィルムみたいなやつを後ろに貼り付けてるだけみたいな加工をしてるんですね。なので背面を削ってしまうとおそらく色が剥げてしまう恐れがあるので注意してやってください。仕上がりはこんな感じです。先ほどの状態と比べるとだいぶ尖っていてかっこよくなってるんじゃないかなと思います。続いてですね、塗装する時の注意なんですけど、やはり ABS なので一度プライマーを使ってコーティングしていきます。はい、それでは塗装に入っていきます。まずは白いパーツを GX クールホワイトで染めていきます。相変わらず白は変化が分かりにくいですね。照明も相まって全然何が何だか分からない。ということで見ててもつまらないので早送りしていきます。続いてクリスタルカラームーンストーンパールで染めていきます。これもね、実際見てるとすごい変化がわかるんですけど、カメラ越しだとあまり分かりにくいですね。これ肉眼で見てるとすごいキラキラ感が増してものすごい綺麗な感じになっています。残念ながら僕が使用しているスマホのカメラだとあまりわからないようですね。じゃあちょっと塗装後と塗装前比べてみましょう。よくわからない。ちょっとねツヤツヤ感が増した感じもするんですけど、わかる方いますかねこれ。そして新兵器究極レインボー、こちらでクリアパーツを塗装していきます。
初めて使うんでね、どんな感じになるかわかんないんですけど、ちょっと拭いただけでもレインボー感のあるキラキラが出てきますね。どうでしょうか。キラキラ感が増して虹色に見えてすごい綺麗ですね。特にキャリバーンのパーメットはレインボーなんで合うのかなと思います。組み付けが楽しみになってきますね。続いて胸のシェルユニットの部分なんですけど、こちらもとっても綺麗ですね。あらかじめプライマー吹いて先ほどの究極レインボー塗ってみたんですけど、これはやらない方が良かったかな。失敗しましたね。続いて関節系の部品、グレーのやつですね。こちらはスターブライトアイアンで塗装していきます。このスターブライトアイアンはダーク系のシルバーに分類されるのかな。テカテカしててものすごいいい色してるんですね。もうこれまさに金属って感じの色になるのでとてもおすすめです。さてこんな感じで塗装前と比べてみましょう。はい、全然色違うのお分かりでしょうか。かなりキラキラしててほんとかっこいいです。イエロー系のパーツは僕の大好きなスターブライトブラスでまずは下塗りしていきます。この色は黄色系が強いゴールドになっていてとても綺麗です。だいたいね黄色いパーツ塗るのに僕はこれを使ってしまいます。塗装前と比べるともう別物の色してますね。キラキラ感がたまらないです。続いてクリアイエローを重ねていきます。そうすることによってテカテカ感が増すのとちょっと深みが出てくるんでさらにいい色に変化していきます。こんな感じでなかなかいい色に仕上がってきました。そしてやってしまったのが比較用のパーツを取り忘れていました。ごめんなさい。はい、気を取り直して次。赤い部品は GX メタルレッドでまずは下塗りしていきます。このレッドもシルバー感が強くてとてもいい色しています。しかも GX 系なんでね隠蔽力も強くて最高ですね。そうこう言ってる間にテカテカのいい感じに仕上がってきました。どうしてもシルバー感が強いので元の色と比べると白っぽくなるイメージがあるんですけど、いい感じのキラキラ感が出ているのでこの上にクリアルージュ重ねてさらに発色を良くしていきます。いつもねこのチャンネル見てくださってる方はこの後どうなるかご存知かと思うんですけど、ものすごく美味しそうなりんご飴状態になっていきます。過去動画でもこの組み合わせでりんご飴たくさん作っているので興味がある方はぜひ他の動画もご覧ください。いかがでしょうか。めっちゃテカテカです。続いて細かいとこの塗り分けをしていきます。エスカッシャンのセンサー部分なんですかね。ここくぼんでる部分、色を入れていくのにマスキングテープを貼っていきます。今使用しているのは約 3mm ぐらいの幅でフリーハンドで切ったマスキングテープを使用しています。縦長で切るとねすごいいろんなとこ貼れて便利なんですよね。ただ難点が貼る量が多いのと剥がす時に大変になってくるってのがあるんですけど、ガンプラをかっこよく仕上げるためには苦労を惜しまずに頑張っていきましょう。やればやっただけ答えてくれる、それがガンプラです。この時隙間が空いてしまうとそこから塗料が入り込んでしまうので少しずつ押し付けながら貼っていきます。本当はね爪楊枝かなんかでぐいぐい押し付けていくと綺麗になるんですけど、今回横着してピンセットでやってしまいました。これ手滑らせるとガリっていってしまうので気をつけましょう。はい、こんな感じであとは全体をマスキングしてこうなりました。それでは塗装していきます。ここの部分は設定色だと黒なんですけど、今回はスターブライトシルバーで塗っていきます。
っていうのも全体がねちょっと白っぽいんでシルバー系の方が似合うかなと思ってやってみました。マスキングテープ剥がすのが楽しみですね。今塗っている部分はキャリバーンが持っている武装のバリアブルロットライフルの後ろの展開する部分、こちらの部品は後でもう一色上に重ねていきます。そしてこちら太ももの部分ですね、いいディテールが入ってたのでここもシルバーにしてアクセントをつけていきます。そして本来だったらここの穴も塞いだ方がいいかもしれません。部品がはまる穴なんですけど、あまり塗料が入ってしまうとギチギチになってね破損する恐れがあるので注意しましょう。続いて先ほどバリアブルロットライフルの部品シルバーに塗ったとこの上に蛍光グリーン重ねていきます。はい、こんな感じで発光がものすごくいいですね。続いてバックパックについている部品なんですけど、こちらのくぼみももしかしたらセンサーなんじゃないかなという解釈なので、こちらにも蛍光グリーン重ねていきます。ガイアノーツさんの蛍光カラーはねクリアカラーになってるので、下地をシルバーにした後上に塗るとキャンディーグリーンのような感じになってとっても綺麗ですね。こちらも顔のセンサー部分になっています。目と額と後頭部のセンサー、先ほどと同じようにシルバーの上に蛍光グリーンを重ねていきます。組み付けた後ブラックライトを当てるのが楽しみですね。この勢いでそのままグリーンのホイールシールの上にも蛍光グリーン塗っちゃいます。もうここまで来ると塗り分けがめんどくさいので、ここはシールを貼っちゃおうかなと思ったんですけど、やっぱりこういうのね光らせるとすごいかっこよくなるんで楽しみです。ちょっと待ちきれないんでブラックライト当ててみましょう。よくわからない。これも組み付けた後が楽しみですね。続いて塗装が乾いたのでマスキングテープを剥がしていきます。あまり長時間マスキングをしたまま放置していくと剥がす際に塗料が割れてしまう可能性もあるので、ちょっと生乾きの時に剥がすのがおすすめらしいんですけど、夏場なんでねものすごい早く乾くんですよね。もう5分ぐらいしたら触れる状態になってる感じです。さあどうかな。いい感じに仕上がってますね。しかも下地のパールもテカテカキラキラしてて綺麗なのがここでよく分かりました。続いてエスカッシャン、こちらはシルバーの塗装をしただけのやつですね。こちらも剥がして確認していきます。ここはね細かいのをいっぱい貼ってしまったのでめちゃめちゃめんどくさいかなと思ったんですけど、意外にあっさり剥がれてくれてとっても良かったです。でね今ねピンセットで取ってるんですけど、下地傷つけないように注意していかないとやばいので、同じように真似する方注意してください。いい感じに仕上がってるんですけどね、カメラで見るとというかピンボケしちゃっててねよくわからなくなっちゃいました。はい、いかがでしょうか。シルバーあまり目立たないかな。やっぱ黒にすればよかったかなと今更後悔しています。まあ落ち着いた感じでいいのかなと思いますので、このままいっちゃいましょう。最後ねやっぱ爪は優秀ですね。はい、こんな感じで綺麗に塗り分けすることができました。そしてねこちらの部分エスカシャの真ん中ですね、今回のお気に入りパーツに分類してもいいんじゃないかなという仕上がりになっているはずです。この蛍光グリーンがものすごくいい色してますね。やはりガイアさんのクリアカラーかなりいい感じです。今剥がしている細い方の部分も本当は設定だと黒っぽい色してたんですけど、今回蛍光グリーン入れてしまいました。これはこれで絶対かっこよくなるんでね間違いないと思います。はい、そんなこんなで先に進めていきます。やっぱね細かく貼りすぎたのかものすごいめんどくさい部分がありますね。
なんかうまく対策取れるよっていう方、もしよければコメント欄で教えてください。マスキングテープほんとめんどくさい。はい、結構ねダラダラやってしまったので早送りで見ていきます。早送りで見るとねやっぱ楽しいですね。ちなみに現在8倍速です。さあ蛍光塗料を使ったとこ発光テストを行ったんですけど、めちゃめちゃいい感じですね。かっこよすぎる。下地をシルバーにしたのも効いてるのかな。すごいいい感じに光りますね。他の部品もね確認してみたところ、マスキングいい具合に成功していました。普段あんまりやらないんでね、失敗したらどうしようとドキドキしてるんですけど、意外にやってみるとうまくできたりするんで、チャレンジ精神ってすごく大事だなぁと改めてここで思いました。続いて墨入れを行っていきます。いつも使用しているタミヤのエナメル墨入れ塗料。エナメル塗料なんでね、はみ出しても簡単に落とすことができる上に、ちょんと部品のモールドのところに触るだけで墨がきれいに流れていってくれます。これおそらくガンプラ作ってて一番気持ちいい作業なんじゃないかなと思っています。他の部品にも墨入れを行っていくんですが、こちらの部品墨の入りが悪いなと思ってよく見たら、モールドがちょっと浅いんですよね。そこに塗装をしてしまったので入りが悪くなってしまいました。あまり厚塗りしないように心がけるのと、あらかじめ筋彫り入れておくのがいいかもしれません。そして墨入れが終わったらはみ出したところをエナメル溶剤を使って除去していきます。綿棒に少し取ってこするだけで簡単に除去できます。でトップコートをして完成したのがこちらです。今回はね気づいたらものすごい量のデカール貼ってたんですね。これもうバージョン KA なんじゃないかなぐらい。でもその分かっこよく仕上がってると思うので大満足です。さてそれでは回転させていきましょう。それでは HG ガンダムキャリバーン全塗装を完了しました。今回は主体が白なんで白い部分全部パール塗装をしています。そして蛍光グリーンを使って至るところのセンサー部分光らせてみました。ものすごくかっこいいですね。あとこれデカールも何気に光るんですね。ピンク色のオックスアースのエンブレムとか特にいい感じに光っていました。続いてキャリバーンの主砲であるバリアブルロットライフル構えさせてみました。ここもね説明書とかによく載ってるような構えなんですけど、ものすごいかっこいいですね。後ろのグリーンのホイールシールもテカテカしててかなりかっこいい。さてこの状態でブラックライトを当ててみましょう。目のところもいい感じに光ってますね。特にこのエスカッシャンの光たまらないです。やっぱねやればやるほどかっこよくなってくんでね、いいですね。ホイールシールのところも見事に光ってるのがわかります。ここの部分は何なんでしょうね。続いてエスカッシャンを分離させて体に装備させるビットオンフォーム再現してみました。各部分にいい感じにバランスよく配置されてて、これもこれでかっこいいですね。特に背面部分の迫力が増しててものすごくいいと思います。そしてガンダムといえばビームサーベル、こちらも忘れちゃいけませんね。エアリアル同様青いサーベルかっこいいですね。バリアブルロットライフルと一緒に構えさせるとさらにかっこよさが増すんじゃないかと思ってやってみました。そしてこのブラックライトを当てた時の背面がたまらないですね。いい感じに仕上がりました。さて今回 HG ガンダムキャリバーンいかがだったでしょうか。これがかっこいいなと思ってくださった方はチャンネル登録していただけると幸いです。それでは今回もご視聴ありがとうございました。ぜひ他の動画もご覧ください。